ルドの72分の1スケール三菱環状戦闘機レップ11型の仮組みを行います。レップ、冷戦の後継機として開発された環状戦闘機ね。そうそう、対戦には間に合わなかった幻の戦闘機ですね。どうしてレップを選んだの？実は最近烈風の報道があったのだ。令和のこの時代にニュースになっていたのは航空自衛隊の次期戦闘機である F3 に関して。 F3？F2 の後継機と言われてますね。この F3 の愛称に烈風を検討してるという報道だったかな。 F2 もバイパーゼロですしね。ありえる話ではありますね。そんな報道がありまして烈風を選んでみたのだ。ファインモールドの烈風はいつ頃に発売されたキットなの？ 1993年に出たのが最初かな。姿勢烈風と烈風11型の2種類が発売された。どう違うの？姿勢烈風のエンジンは中島の誉れ22型で11型は三菱のハ43となっているのが大きな違い。エンジンが違うわけね。エンジンの他にも中心位置、機種設計、冷却系などを見直しているので形状も微妙に違うみたいね。どうしてエンジンを変えたのかしら？エンジン変更には紆余曲折があり、海軍の要求性能とエンジン開発が絡んでくるのだ。海軍の要求性能？ 6000m での最高速度が時速638キロ、6000m までの上昇力が6分以内、航続距離が全力300キロと巡航で2315キロ、さらに冷戦と同等の空戦性能の確保。なるほどね。この要求性能を実現するには高出力エンジンが必要だったわけなのだが、それが誉れやハ43なわけね。初期の誉れが1800馬力、採用予定の誉れ22型が2000馬力、ハ43は？ハ43は2200馬力とされていた。ハ43の方が高出力ね。三菱の試算によると誉れを採用しても要求性能をクリアできないという結論となり、ハ43を提案することになるわけね。そうなんだけど1942年7月の時点ではハ43は完成していないのだ。完成してなければ仕方ないわけね。海軍としては誉れの方が直径が短く重量も軽い、すでに量産のめどが立っていることを重視。性能が良くても完成してなければ今すぐ使えるエンジンで開発した方が現実的ね。結局海軍の提案に従い誉れで試作機を完成させた。初飛行は1944年5月となるのだ。これが姿勢烈風なわけね。略符号は A7M1 ですね。案の定試験飛行で性能が振るわず。性能はどんな感じだったの？最高速度は時速574キロで 6000m までの上昇力は9分54秒、航続距離は要求性能と同じくらい。全然足りてないわね。結局姿勢烈風は採用見送りとなるのだが、三菱としてはだから言ったのにって感じですかね。諦められない三菱はハ43を使って機体回収を試みることになる。リベンジというわけね。これが烈風11型で略符号は A7M2 ですね。烈風11型は1944年10月に完成し直ちにテスト飛行となった。烈風11型の性能は？最高速度は時速624キロで 6000m までの上昇力は6分5秒、自動空戦フラップを使えば冷戦と同等の空戦性能だったみたい。要求性能に近づきましたね。自伝会の重点生産にシフトしていた海軍もこの飛行結果に正式採用を決めることになる。最初からハ43を選んでおけばとなりそうですが、完成するかわからないエンジンでしたからね。ところがハ43も昭和東南海地震、三河地震と災害が重なり B29 の爆撃で工場も破壊され量産が遅れてしまった。結局何機作れたの？終戦までに7機と言われている。これは A7M1 と A7M2 を足した数らしい。なるほど。そんな幻の戦闘機である烈風ですが、ファインモールド以外も発売しているの？幻ということであまり出ていない。最初に発売したのは青島からで1963年みたい。かなり古いわね。稼働ギミックがあった頃のキットなのだ。なるほどね。続いて MTM からも1993年に発売されている簡易インジェクションキットかしらね。ちょっと遅れて今回紹介するファインモールドからも発売された。厳密にはその他のメーカーからも出てますが、有名どころだとこの3社かしらね。今回のキットは1995年頃のパッケージでエッチングパーツが付属する豪華使用版となるのだ。まずはパッケージ内容を確認するのだ。お願いします。パッケージイラストは F8F ベアキャットと空戦中の烈風なのだ。
どちらも対戦に間に合わなかった戦闘機。戦いが長引いていればこのような空の戦いもあったのかもね。では中身を開けていくのだ。グレーのランナーが3枚、透明パーツが1枚、エッチングパーツが1枚、デカールが2枚。組み立て説明書なのだ。塗装図。マーキングは3種類。空義章領収参謀機、仮想マーキングで第343海軍航空隊所属機、同じく仮想マーキングで第302海軍航空隊所属機となる。なるほど。部品点数は全部で48点。今回はエッチングパーツは割愛します。72分の1スケールの対戦機としては多い方かしら。ではファインモールドの72分の1スケール、レッド11型の仮組みを始めるのだ。最初に操縦席なのだ。ふむふむ。操縦席は全部で5パーツ。操縦席床と座席、計器パネル、操縦桿なのだ。ディテールが細かいですね。計器パネルはデカール表現。パイロットがついてませんね。ついてません。操縦席のディテールがある程度あるのでよしとしましょうか。なるほど。次はエンジンですね。エンジンは全部で3パーツ構成。プロペラ軸を挟み込む構造。次はカウリングかしら。カウリングは3パーツ構成。左右分割にカウリング全面を接着なのだ。次はプロペラね。プロペラは全部で2パーツ構成。一体成形の4枚プロペラにスピナーをかぶせる。出来上がりはこんな感じね。次は主翼、水平尾翼、胴体なのだ。いわゆるしの字ですね。最初に胴体の組み立てとなる。ふむふむ。胴体は左右分割で2パーツ構成。尾輪が一体成形なので注意が必要。折らないようにね。最初に胴体内側に接着するパーツがあるのだ。左右ともに1パーツずつ接着ね。できたならば操縦席を挟み込んで接着なのだ。胴体のモールドはどうでしょうか。大モールドになります。独特な凹凸ディテールが入ってますね。主翼はどうでしょうか。主翼は3パーツ構成。主翼下パーツに左右主翼上パーツを貼り合わせる。主翼下パーツは穴開け指示がありますね。装装用のダボ穴なのだ。主翼のモールドはどうでしょうか。こちらも大モールドとなる。やはり独特なディテールが入っています。次は尾翼ですね。まずは垂直尾翼から。ラダーが別パーツなので取り付ける。次は水平尾翼ね。水平尾翼は左右それぞれ1パーツずつ胴体に差し込む構造。ここはいつもと同じ構造ですね。次はクリアパーツや足回りなのだ。ふむふむ。キャノピー取り付けの前に操縦席の細かい部品の取り付けから始める。照準器と防弾ガラスかしら。後方にはアンテナも取り付ける。そしてキャノピーの取り付けね。キャノピーはワンピースとなるので操縦席の開閉選択ができない。透明度は問題なさそうね。問題なしです。次は足回りですね。まずは左右飛脚。飛脚は左右それぞれで4パーツ構成。タイヤと支脚、カバーの構成ね。その他にも胴体に接着するカバーもあるのだ。次は尾輪ね。尾輪は前述通り胴体と一体成形となる。このタイミングで着艦フックも取り付けね。最後は細かいパーツなのだ。カウリング下にエアインテーク口を取り付けね。右主翼に気筒管も取り付けなのだ。では終わりに総評なのだ。今回はファインモールドの72分の1スケールレッド11型の仮組みレビューしたのだ。仮組み後の感想はどうでしょうか。台形エンジンによる力強い機種形状や冷戦より大型化された機体を忠実に再現されていた。エンジンカウルの形状や垂直尾翼の形状などかしら。パーツ数が少なく初心者にも扱いやすい設計なのかな。なるほどね。豊富なデカールが付属し史実と架空の両方のマーキングを楽しめるのも良い。気になる部分は胴体と主翼の接合部分に隙間が発生しやすいかな。この部分は修正が必要そうね。とはいえ冷戦後継機として開発された烈風の魅力を存分に味わえる内容となっており、歴史的背景や技術的進化を模型を通じて学ぶことができるかなと感じた。ぜひ姿勢烈風も作って形状の違いを確かめたいですね。では動画を最後までご視聴していただきありがとうございますなのだ。チャンネル登録と高評価をお願いしますなのだ。次回以降も飛行機プラモデルのレビューを続けていくのだ。ではバイバイ。